では構えについて説明します。立ち技ができない人用の構えですね。で、大事なことは自分の重心がこの辺に落ちるようにつま先立ちになってちょっとつんのめってるぐらいの感じで立つと相手がこう入りづらくなります。このようにこの辺に重心があると前足が相手に近くなるのでこの足を攻撃されやすくなります。でつんのめってる状態で立つと、タックルを切ったり引っ込みやすくなりますので、じゃあそれについて後で説明します。あとタックルを入らせないようにする場合、相手が強い場合は手を伸ばしていると、相手タックル入りづらいです。でもこの場合は袖や襟をつかまれる危険があります。あと相手が柔道強くて袖とか襟をつかまれたくない場合はやや胸張って襟を守って手も引いとくと、つかまれづらくなります。でもこの場合タックルされますね。じゃあちょっといいですか。例えば、彼がもしものすごくタックルがうまいと分かっている場合、僕は手をもう膝の前ぐらいまで持ってきてしまいます。こんな感じですね。こうすると、まあ、タックル入れないですね。タックルしていい。こうありがとう。ほとんどもうバーピー始めてる体勢なんで、もうタックル来た時に、来たと思った時にもうべちゃってなってしまえれば、タックル入ることが難しくなる。まだ膝の前に手を置いているから、相手がタックルに来た時にこう自然に巻きすくえますね。こうなると相手はタックルをなかなか取れなくなると思います。あと、僕がよく実践で使ってた構えはこんな感じですね。膝とか手ついてしまうと相手を組む前についてしまうと反則になることがあるのでつかないように、でもギリギリ近づけておくとすぐ座れますね。手を伸ばしておいて相手を早くつかめるようにして握った瞬間引っ込むような感じです。手を伸ばすと飛び関節とか怖いんですけれども、その辺に注意して、使いたい人は使ってください。